今回はチェーンソーマン第2部2話で、新たに分かったことを解説していきます。この動画はチェーンソーマンのネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。今回のストーリーで、三鷹朝はすでに死亡しているものの、戦争の悪魔によって、朝の意識だけが意図的に残されていることが分かりました。意識を残した理由ですが、戦争の悪魔は標的とするチェーンソーマンが、正体を隠して朝の学校に通っていることを把握しており、朝の意識を利用することで、その探索を効率的に進めようとしています。このような理由から、朝の目には戦争の悪魔の姿が見えていますが、これは戦争の悪魔が朝の脳に見せている幻影のため、その姿や声は他人には見えません。これについては、ポチタが夢の中でデンジに対して、開けてはいけない扉を見せていた描写と共通するものがあります。そして戦争の悪魔はチェーンソーマンを探すため、朝に学校へ行けと命令しますが、朝はコケピーを死なせてしまったことや、委員長や先生の死に関与していたことから登校を拒否します。すると戦争の悪魔は逆らったら脳を全て奪うと発言し、あくまで体の所有権は戦争の悪魔にあることを示唆します。暴力の魔人は人間の脳が残っていたため、魔人としては珍しく理性的で温和な性格でしたが、脳の一部を残しておけば、人間だった頃の意識や人格が反映されることを、戦争の悪魔は把握していたようです。このように二人は意識を共有していますが、日常生活を送るときは朝が体を動かしています。もちろん体を支配する戦争の悪魔は、任意のタイミングで朝を動かすことが可能であり、校門で立ち尽くす朝起きにかけて声をかけた、吉田博文に対しては、自らチェーンソーマンの情報を集めるために、表に出て会話を始めました。戦争の悪魔が表に出ている際は、朝の目はぐるぐるになり顔に傷が浮かびます。過去に魔人は頭部の形状が特徴的という設定が紹介されていましたが、この見た目の変化もそれに関連するものと考察できます。ちなみに意識が戦争の悪魔に入れ替わっている間も、しっかりと朝の意識は存在しています。また戦争の悪魔は朝に対して、チェーンソーマンを倒したら体を返すと発言していることから、朝は一度死を経験しているものの、今後の展開次第では復活する可能性が残されています。朝と戦争の悪魔の関係性ですが、現実化認識できていない朝に向かって、戦争の悪魔がツッコミを入れる場面があり、これは電磁と一体化しても基本的には無言だったポチタとは対照的です。次に戦争の悪魔の能力について見ていきましょう。謎に包まれていた戦争の悪魔の能力ですが、自分のものを武器に変える力であることが判明しました。自分のものとする条件ですが、これは好意を抱かせることでもクリアでき、田中先生が田中脊髄剣になったのは、先生が朝に好意を抱いていたためです。また委員長こと正義の悪魔の手が手榴弾に変わったのは、戦争の悪魔が切り落とした手を拾って、自分のものにしたためでしょう。このように自分のものにするという制約があるものの、非常に強力な能力であることが判明しました。戦争の悪魔はこの能力によって、校門で声をかけてきた吉田博文を、自分のものにしようと告白していましたが、その際に吉田を値踏みするような仕草を見せていることから、対象の強さによって武器の強さが変わるという可能性も考えられます。ちなみに吉田は高校生ながら民間のデビルハンターで、最強の体術を持つクアン氏とも殴り合える猛者なので、もし吉田脊髄剣になることがあれば強力な武器となるでしょう。ちなみに吉田は戦争の悪魔の告白を断ったため、武器化は回避しましたが、惚れっぽい電磁がこの告白を受けた場合、回避できる可能性は限りなく薄いです。またこの武器化の能力について、人形の悪魔のように、魔人と悪魔になれる人間は変化しない、といった縛りがあるかは不明です。人形の悪魔については、別の動画で詳しく解説していますので、ぜひこちらもチェックしてください。武器にした人間のその後ですが、戦争の悪魔は多くの人間を武器にしたいと語っていることから、武器は使い捨てではなく、田中脊髄剣も含めてどこかに保管されている可能性があります。支配の悪魔ことマキマの目的は、チェーンソーマンに勝利して自らの支配下とするか、チェーンソーマンに食べられてその一部になることでしたが、戦争の悪魔は核兵器の悪魔を吐き出させること、そしてチェーンソーマンとの戦争そのものが目的のようです。第1部のラストでは第二次世界大戦の悪魔の存在が、マキマによって示唆されていましたが、核兵器の悪魔との関連も気になるところです。次に吉田博文について見ていきましょう。
今回のストーリーでデンジの出番はなかったものの、第1部の数少ない生存者である吉田博文が再登場しました。吉田博文は世界の資格編に登場した、現役高校生の民間デビルハンターです。吉田はタコの悪魔と契約しており、第1部では上位の実力者として描かれていました。ちなみに現時点では、この人物が吉田博文なのか明言はされていませんが、端正な顔立ちや特徴的なピアスが共通していること、また以前から第2部で活躍することが、公式から発信されていたため間違いないでしょう。このまま第2部の物語が朝をメインとして進行する場合、吉田が第1部の秋のような立ち位置となる可能性もありそうです。そんな吉田ですが、校門の前で脳内押し問答を続ける朝に声をかけたことで、逆に朝の体を乗っ取った戦争の悪魔から、この学校にチェーンソーマンがいることを知っているかと質問されます。吉田はその質問に対して、そういう噂があるのは知ってるけど転校生だから知らないと答えますが、この発言は明らかにブラフです。彼はデンジがチェーンソーマンであることを知っている数少ない人物であり、またデンジと関係の深い岸辺ともつながりのある人物のため、岸辺からデンジの護衛を命じられて、この高校に転校してきたといった背景が考えられます。また吉田は朝の顔の傷に即座に反応しており、朝が普通の人間ではないことを把握した上で、チェーンソーマンがデビルハンター部にいるとかいないとか、という情報を流していましたが、この誘導にもすでに何らかの意図が仕込まれている可能性があります。第1部の吉田については別の動画で詳しく紹介しています。ぜひこちらもチェックしてください。朝や吉田の通う高校には、デビルハンター部があることが分かりました。第1部では公安の秋が、民間人を悪魔の死体から遠ざける描写がありましたが、警察でさえ魔人や悪魔への対応をデビルハンターに任せており、民間人が悪魔に立ち向かうことは基本的にはありえませんでした。これは公安が受け持つ悪魔が特に凶悪だった可能性も考えられますが、第1部の終盤でデビルハンターが激減したことや、悪魔全体を強化していた10の悪魔が討伐されたこと、またチェーンソーマンの活躍がニュースで報じられ、悪魔そのものへの恐怖が弱まったことで、悪魔が全体的に弱体化して、学生でも対処できる存在となったためと考察できます。こうして朝子と戦争の悪魔は、デビルハンター部にチェーンソーマンがいるという、吉田の真偽不明の情報をもとに、デビルハンター部に入部することを決めます。デビルハンター部の入部条件は、3人1組で1週間以内に悪魔を飼って死体を持ってくることで、この条件によって、危険が伴うデビルハンターに適性があるかを選別しています。悪魔と契約していない学生がいた場合、この条件をクリアできるかは疑問ですが、第1部の序盤ではデンジが斧で魔人を討伐する描写もあったこと、またコケピーのような例もあるため、対象の悪魔を選べば学生でも十分にチャンスはあるでしょう。そんなデビルハンター部の選抜試験で、朝は再び吉田博文と遭遇し、もう一人の女子生徒と共にチームを組みます。ここで吉田に赤面する朝が描かれていますが、第1部のデンジとレゼの物語のように、恋愛面でのストーリーが展開するのかも気になるところです。しかしながら作者の藤本達樹先生はある対談で、読者が死んでほしくないと思うキャラを死なすと発言していることから、過度な期待は控えておきましょう。また第1部ですでに高校生だった吉田ですが、季節の移り変わった第2部でも、1年生と共に入部試験を受けている点は違和感があり、何らかの隠された意図がありそうです。ちなみに朝や吉田と同じチームになったメガネの女子生徒ですが、彼女は宮城公安対マニカの草壁とよく似ています。血縁関係は今のところ不明ですが、この3人がどのように悪魔と戦うのか今後の展開に注目です。ここからは今回の物語で新たに分かったことをまとめていきます。まず第2部の時間軸では、季節が初夏もしくは夏だと判明しました。詳細な時期は不明なものの、テレビからは最高気温更新のニュースが流れている中で、朝は長袖で過ごしていることから、5月から8月頃と推測されます。第1部のレゼ編では夏祭りのシーンがあり、10の悪魔とマキマの戦いは9月に行われていました。10の悪魔との戦いの前には、北海道でかなりの雪が積もっている描写があるため、一般的な日本の四季の概念とは多少相違があるとも考えられますが、少なくとも第1部の物語から季節が移り変わっていることは確定的です。仮に第2部の時系列が第1部から半年後だと仮定すると、デンジは高校2年生の年齢となっており、今後どのような立ち位置で登場するか注目です。
また今回の物語では、カラスが飛んでいるコマが複数回にわたって描かれていました。第1部では牧誠支配の悪魔が、ネズミや鳥などの小動物を通じて物事を把握する能力を使用しており、小動物の書かれたカットは、牧魔が全部聞いていることを示していました。ここで注目すべきはナユタの存在です。牧魔が輪廻転生した姿がナユタですが、彼女も転生前と同等の能力を持っていると考察できます。デンジとナユタは一緒に生活しており、デンジがナユタの能力によって、戦争の悪魔の動向を探っているといった展開もありそうです。共にヨハネの黙示録の4騎士の名前を冠する、支配の悪魔と戦争の悪魔ですが、両者が顔を合わせるタイミングもそう遠くはないでしょう。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、ぜひ独自の考察などをコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。